こんにちは、ハルトです。9 Now3 のポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。何のために生まれてきたの？希望のありかんは、日本が世界に誇る絵本作家が柳瀬隆持がアンパンマンの絵組の親としてだけでなく、一人の人生の先輩として私たちに生きる意味や希望のありかを語りかけてくれる一冊です。本書は100年インタビューシリーズの一冊であり、柳瀬氏が長い人生の中で経験した挫折や苦悩、そこから得た気づきや勇気について彼自身の言葉で白かかに答っています。特に何のために生きるのかという壮大な問いかけは、多くの人が人生で一度は立ち止まって考えるテーマです。柳瀬氏は決して安易な答えを出すことなく、深い洞察と優しさを持って多様な考え方や感じ方の存在を認めつつ、読者に寄り添います。アンパンマンという意見、子供向けのキャラクターに込めた思いや信念が彼自身の哲学と問い説につながっていることが語られており、単なる作家の自談にとどまらず、誰もが自分自身の人生を見つめ直すヒントに満ちています。この本を通じて、読む人が自分自身の希望のありかを探し出すきっかけとなるでしょう。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、生きる意味の探求、柳瀬隆持が本書で繰り返し投げかけるのが、何のために生きるのかという問いや、戦争を経験し苦しい時代を乗り越えてきた彼の人生観には簡単に答えが出せない苦さがあります。柳瀬実は子供の頃から感じていた漠然とした不安や人生の目的に迷った時の葛藤について率直に語ります。彼は自分の行動や創作の原動力となってきた誰かの役に立ちたいという思いが、結果として自分を救ってきたことを発見します。生きることへのささやかな希望は劇的な成功ではなく、小さな親切や善義、他者とのつながりの中に見出せるものだというメッセージが込められています。彼の体験と哲学に触れることで、読者自身も自分の生きる意味について考えるきっかけとなるでしょう。次に、アンパンマン誕生の背景。柳瀬隆氏の代表作アンパンマンは、絵本としてはもちろんテレビアニメとしても長く愛されています。本書ではアンパンマン誕生の背景にある彼自身の経験や思いについて深く掘り下げています。アンパンマンは嘘えた人に自分の顔を与えるヒーローですが、そのモチーフは戦後の社両難や格差、困っている誰かを助けたいという切実な願いに基づいています。また、前線長学ではない価値観や弱かさを抱えながらも役所懸命に誰かを助ける心がアンパンマンに込められていることがわかります。柳瀬実はヒーローとは強いものではなく、誰かのために砕ける人と語っており、それが現代社会にも通じる優しさと勇気の形であることを教えてくれます。さらに、左折と再起から学ぶこと。柳瀬隆持の人生は必ずしも順風満帆ではありませんでした。戦争を経験し、漫画家デビュー後も長いか無名の存在であった彼は、引き戸も挫折や落胆を味わいました。しかし、その度に諦めずに新しいことに挑戦する姿勢や小さな幸せを大切にする心が、自分の人生を豊かなものへと導いたのです。本書では、うまくいかない時こそ人生の本番とも語られ、失敗も含めて人生すべてが意味のあるものだと気づかされます。一度の成功や失敗で人生を判断しないこと、歩みを止めずに前へ進む勇気の重要性を示しています。挑戦の連続が柳瀬行きの人間味ある作品や優しい世界観を生み出したことがわかるでしょう。そして他者とのつながりと優しさの本質。本書では柳瀬隆持が人生で経験したさまざまな出会い、家族や中が助けてくれた人たちとのエピソードも多く語られています。彼にとって他者とのつながりは困難な時代を乗り越える大きな支えであり、自分の人生観を推し作る重要な要素となりました。人は一人では生きられない。優しさとは相手を思いやる心から生まれる行動であるといった哲学が随所に現れています。また、アンパンマンの物語でも繰り返される
困っている人を見捨てない。市政は柳瀬正樹本人の人生そのものであると言えるでしょう。他者とつながることの大切さ、そして優しさこそが人間の強さであると考える彼の思いが温かい言葉で伝わります。最後に、希望のありかと未来へのメッセージ。希望のありかとは本書における最大のテーマの一つです。柳瀬隆、実は何度も困難や絶望に直面しながらも希望案を見つかわない力について語ります。それは壮大な理想や夢だけではなく、日常の中の小さな幸せや誰かのために行動できる喜びの中に見つけられるものです。柳瀬、実は苦しい時ほど自分以外の誰かのために手を差し伸べることで自分の存在価値や希望を見つけられると提案しており、読者にとっても貴重なエールとなっています。未来を悲観することなく、一日一日を大切に生きることが、やがて自分自身にも希望として返ってくるという人生の知恵が込められています。結論として、何のために生まれてきたの？希望のありかは、人生の岐路に持った人、生きる意味に悩んでいる人、これから社会に羽ばたこうとする若者、地には挫折や失敗に落ち込むすべての人におすすめできる一冊です。柳瀬隆の言葉は難しい理論や教訓ではなく、因深く祈り添いながら本質を見抜く洞察力に満ちており、読むほどに自分自身の心が楽になります。アンパンマンという国民的キャラクター誕生の背景を知ることで、普段何気なく慣れ親しんだ優しさや勇気なの本当の意味に気づかされ、自分自身の人生観や価値観を見直すきっかけとなります。また、多くの自己啓発書とは違い、柳瀬隆自身のユーモアや素朴さ、そして飾らない語り口が読む人の心にストンと届くのが最大の魅力です。人生に正解はないけれど、生きる上で大切にしたい思いや希望を手に入れたい人、新たな一部を踏み出したい人には特に価値ある一冊です。同じジャンルの多族と比較しても、実体験に離打ちされた濃美なメッセージが豊富であり、著者自身が苦難の中から見出した希望のヒントが多数散りばめられています。自分自身の人生をもっと前向きに、そして他者と優しくつながって生きていきたい人には、ぜひ手に取ってほしい良書です。ご支援いただける場合には、柳瀬隆、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。どごの感想をぜひお聞かせください。それではまた。